あなたフラガリアなのに魔法が使えませんね。それ今関係あるかな？大ありじゃないですか。世の中がシーズに脅かされている今、フラガリアが浄化一つできなくてどうやって国を守るんです？そういえば俺の国にシーズが出た時も魔法を使う様子はなかったな。だがアルペックは君の国の民のために力を尽くしていたぞ。あ、タッサムもチャコもありがとう。俺魔法を全然使えないわけじゃないんだ。じゃあ証明してみせてください。 Oh no! このシーズまた君が作った偽物？さあどうでしょう。 Wait! またということは僕たちが出会ったシーズもそうだということか。ほう、どうも妙だと感じたのはそのせいか。 No way! 僕のお茶が消えた。私何もしてませんよ。つまりこのシーズは本物である可能性が高い。いけ、ビッグドリーマー。ある。分かっただろ。一応使えるけど全然うまくなくてさ、何が出るかもどこ行くかも分かんない。だから危なくて使えないんだ。浄化魔法は？俺騎士学校にも行ってないだろ。ペックルさんにやり方は教わったけど使えたことはないかな。なるほどですね。一瞬で浄化した。ハンギョン、君の魔力ってどうなってるの？ねえアルペックさん、アヒルのペックル王国は都会からだいぶ離れたところにあり、人口も少なくのどかです。シーズもまだそこまではたどり着いていません。ですが時間の問題なのはあなたもお分かりですよね。うん。あなたの大切なロードを守れるのはあなただけだということもお分かりですよね。ハンギョン、俺ちょっとごめん。アルペック。ロードの加護を受けていながら魔法がコントロールできない。それはそれで興味深い事例に思えるな。ごめんなビッグドリーマー、うまく使っちやれんで。その水鉄砲ビッグドリーマーって言うんだ。チャコ、静かだねここ。俺もちょっとゆっくりしてこっかな。俺これでも頑張ったんだ。いっぱい練習してペックルさんにコツも教わって。でも全然うまくならなかった。さっきの試練でもチャコに頼りっきりだったよな。ごめん。それは気にするところじゃないから謝らないで。でもハンギョンの言う通りだ。このままじゃ俺誰も守れない。チャコ、俺どうしたらいいと思う？あるはさ、これまで魔法を使う必要がなかったんだよね。フラガリアなら多少は誰かを助けたり問題を解決したりするために魔法を使う。でもあるの国ではそんなことする必要がないくらいみんな幸せでのんびり暮らしてるんだ。チャコ、それっていいことなんじゃない？チャコ。本当に必要になったらきっとうまく使えるよ。あるってそういうところあるからさ。俺今自分のことは信じられないけどチャコのことなら信じられる。だから信じる。
いつかちゃんと魔法を使えるようになるって。行ってみたいな、アルの国。一体どれだけのどかなの？ポチャッコさんの国とはだいぶ違うけど、すっごくいいとこ。チャコも気に入ってくれるといいな。俺の秘密基地とよく行く釣り場、一緒に行こうな。楽しみにしてる。No way! そういうところだぞ、ハンギョン。ん？なんか盛り上がってるな。俺も今回ばかりはタッサムに同意だ。今回ばかりは？あなたが私に同意したことなんかないでしょ。ヘイ、論点はそこじゃない。いいか、ハンギョン。常々言ってきたが、君は楽しみのために他者を犠牲にすることを厭わなすぎる。紳士たるもの、礼節を忘れず。それなりの魔力が眠ってることをちょっと教えてあげるのがそんなにダメなことですか？伝え方を考えろと言っているんだ。無駄だタッサム。その男の脳内には自分の楽しみ以外格納する場所がないのだよ。つまんない人たち。アルペックさんにチャコさんお待ちしてましたよ。ただいま。アルペック、ハンギョンに代わって謝罪する。この男は本当になんというか、そうだな。もはやフォローの言葉が見当たらないのだな。気持ちはよくわかる。ピケロさんに言われたくないですよ。いいんだ。ハンギョンのおかげで俺も目をそらすのやめられたし。なあハンギョン、さっき話してたの聞いちゃったんだけど、俺にも魔力が眠ってるっていうのは本当？魔力は全ての人の中に眠っています。目覚めないままの人の方が多い。それだけの話です。そっか。アルペック、分かった。とりあえず今悩んでも仕方ないってことが分かった。だから今は笑っとく。賛成。タッサム、ピケロ、心配してくれてありがとな。俺は大丈夫。そうか、それならよかった。っていうかタッサム、代わりに謝りすぎだって。ピケロの時も謝ってたじゃん。ほう、俺の代わりに何を謝ることがある？だからそういうところだ。それでは皆様がお揃いになったところで。え？まさかまだ何か企んでいるのか？スタート。What？ ごちそうだ。サプライズのパーティーですよ。さあお好きなだけ召し上がれ。わお、どの料理も彩り鮮やかで美しい。それにいい匂いだ。食欲をそそる。食べ物を見るとめちゃくちゃお腹が空いてたって気づくね。これは豪勢だ。遠慮なくいただこう。あら、私の用意したものを食べてくれるんですか？ああ、お食事検査キット生き返る。カエルは苦味に敏感なのだよ号を持ってきたから問題ない。おかしなものが混入していればすぐわかる。すっごい疑ってる。おかしなものが入ってたことがあるの？一度赤ちゃんの声になってしまうキノコを入れられて、僕とピケロは気づかず食べてしまったんだ。思ったより害はないけど、やだねそれ。いただきまーす。チョコ、これうまい。俺もいただきます。ところでさ、ハンギョン。はい。さっきのテーブルの上に呼び出したシズ、本物だったってことはこの国にもシーズは出てるんだよね。出てますよ、いかんながらね。でも町の人たちはシーズは怖いって思ってなかったみたいだ。なんで？シーズが何かをする前に
消しているからだろう。だから目撃情報はあるが事件は起きていないのだ。どこに現れるかもわからないシーズをそんな瞬時に消せるものなの？私にはリリもいますから。シーズは人の不安によってくるそうだが、この国でもそうか？さあ、気にしたことがありません。ここまで足を運ばせておきながら情報ゼロとはな。来てくれなんて言ってないですよーだ。ま、手ぶらで出ていくのが嫌ならこんなお話はいかがです？お話？昔々、純真の大陸と呼ばれた地には6人のフラガリアの騎士がいました。純真の大陸と言ったら今の赤の大陸のことだ。6人はそれぞれのロードと一緒に王国を作りました。そして国という枠を超えて協力し合い、今日の世界の礎を築いたのです。彼ら騎士団を後に人々はこう呼びました。伝説のレッドブーケとね。ほう。おお、なんかいいな。めっちゃ熱い。アルはこういう話好きそうだよね。彼らは円卓の騎士とも呼ばれたんですよ。6人で丸いテーブルを囲んだんでしょうね。ちょうど今の私たちみたいに。僕たちは残念ながら5人だ。1席余っている。まさにです。その残りの1席に座るべき人物、それが最後のお中元を渡しに行く6人目のフラガリアだな。よくできました。バットバツマル王国だね。あそこのフラガリアは最近現れたばかりって聞くけど。彼はハンギョンの古い知人だ。え、そうなの？ああ、僕も会ったことはないが弟弟子に当たると聞いている。なんとも気の毒な身の上だな。失礼な。私とバドバルマンは深い親愛の情で結ばれてるんですよ。会いに行くたび涙を流して歓迎してくれるんですからね。 Sorry、 人の言葉を疑うのは好きじゃないが、さすがに今の話を全て信じるのは難しい。だよね。弟弟子ってことは師匠がいるってことだよな。2人で何か教わってたのか？言うなれば人生をですかね。一緒に暮らしてたってこと？ええ、バドバルマも。と言っても数年間だけですが、私本当に待ってたんですよ。あの子がこうして私の前に再び現れるのを。今日は口がよく回るな。油でも塗ったか？安心してください。もう閉じますから。私が勝手にあれこれ喋ったら可愛い弟弟子がへそを曲げちゃいますしね。そっか、可愛い人なんだな、バツマルさんのフラガリアって。噂を聞く限りではどうかな。うわっす誰か噂してやがるな。どうせハンギョンの野郎だろう。それより仕事だ、仕事。最近バツマル様が俺の報告書を読んでくれていないような気がする。いや俺の気合が詰まりに詰まった報告書だ。それをバツマル様が読まないなんてことはありえない。気のせいだ、気のせい。だが最近部下にも避けられている気がする。失礼します。本日のご報告に参りました。お遅くまでお疲れさん。俺も一度休憩に入ろうと思うが、ラーメンでもどうだ？いいんです。いえ私もまだ業務が残っておりますので失礼します。あ、お前報告って。おう、どう思うタマ。あいつら明らかに変だよな。ちょっと前までラーメンって言った瞬間10人くらい現れて遠慮なしについてきてうまそうに食ってたのによ。だが裏表があるような奴らでもね、
そのくらい分かってんだろバドバルマ。もちろん分かってる。だがこのくらいでくらついてちゃ国なんて守れねえぜ。バツ丸様のフラガリアなんだろ。胸を張れよ。そうだよな。そうだよな。失礼します。兄貴。いえ、バドバルマ様、ちょっとよろしいでしょうか。おう。美味しかった。ごちそうさま。ある、ハンギョドン様にお中元を渡したら出発しようん。なあ、ハンギョンも行くよな、バツ丸さんち。なんで私が？バドバルマになら好きな時に会えますし。そうだな、来なくていい。一緒に旅などしたら何をされるか分かったものではないしな。そんなに嫌がるなら行きます。待っててください。支度してきますから。お着替えとおやつと洗面具とハンギョドン王国印の温泉の素と。ピケロ、気を落とすな。賑やかな旅もきっと悪くない。お待たせ。ハンギョドンさんにお中元渡せた。お疲れ様。ハンギョンありがとな。あれ、ハンギョンここにいますよ。なんで上から？さっきまで俺を案内してくれてたやん。どうなっちゃうの？忘れ物に気づきまして取ってきたんです。大事な大事なリリちゃんのお着替え。タコに着替え。リリはおしゃれさんなんです。髪型だってお洋服に合わせて変えるんですからねえ。いつか聞きたいと思っていたんだが、そのタコにはお前と似た魔力の匂いが。じゃあ行きましょうか。バツ丸王国は新しいフラガリアが来てから国の発展が著しいと聞く。早く見てみたいものだ。前のフラガリアは急に出てっちゃったんだっけ。ロードとフラガリアも必ずうまくいくとは限らないよね。なるほどな。じゃあ今のバツ丸様のフラガリアは可愛くてやり手ってことか。会うのが楽しみだな。可愛いかどうかは。国を出る前にドーナツ屋に寄るのを忘れるな。そう言うだろうと思って用意しておきましたよ。道中のおやつに。はい。うまそう。ハンギョドンさんの色してる。あれだけごちそうになった後だが、不思議と甘いものは食べたくなる。一つもらおう。俺ももらうね。あるも。はい。ピケロさんは食べないんですか？いかがわしい。ふわしろ。何 What？ 聞き取れなかったぞピケロ。よーし出発進行。なあ、どこへ連れて行くつもりなんだ？もうすぐですから。もうすぐ。こいつらもしかして一斉退職とか考えてねえよな。そういえば兄貴と呼ばれることをいつの間にか受け入れちまってる。気が緩んでる証拠かもしれねえ。そしてそういう緩みは部下にも伝わるもんだ。あいつらこんな上司にはついていけねえって思ってるのかもしれねえ。すみませんバツ丸様。この国を大陸で一番の王国にすると誓って騎士になったにもかかわらずこの低たらく。いやまだ間に合う。今から気を引き締めて新たなバドバルマになるんだ。こちらの部屋です。おお、入るぞ。くそ、何が待ってやがるんだ。怖え。ああもうどうにでもなりやがれ。兄貴、いつもありがとうございます。え
日頃の感謝を伝えたくてラーメンを作ったんです。スープから手作りして。みんなで麺も打ちました。食べてください兄貴。お前ら大変だったよな、兄貴にバレないようにって。ああ、最近ずっとドキドキしてた。お前らそういうことかよ。サンキュー、ありがたくいただくぜ。でもこんなことしてくれなくてもいいんだぞ。部下を思うのは上司として当たり前のことだ。お前たちがいてこその俺なんだからよ。よかった。バツ丸様への報告書100万。本日の業務内容はだいぶ時間がかかるな。読みやすくするためにフルカラーにした影響か。仕方ねえ。何もかも求めるのは欲張りってもんだ。それにしてもあいつら粋なことをしてくれやがるぜ。あいつらのためにも、そして国のためにも頑張らねえとな。なんたって俺はバツ丸様のフラガリアなんだからよ。